秋の9月ぐらいから咲き始める彼岸花。画用紙を使って作る壁飾りの作り方のご紹介していきます。それでは花の方から作っていきます。まずは 7.5 センチ、7.5 センチの画用紙を使用します。まずこの紙をひし形に向けて、これを三角に半分に折ります。半分に折ったら、これをまたさらに半分に折ります。半分に折ったら上下を反転させて、手前の三角ですね、こちらを膨らませてひし形になるように折ります。折ったら裏返します。裏側も同様に手前の三角形を広げて、そしてひし形になるように上の部分を折ります。こんな感じです。ここまで折りましたら、今度は上下を変えまして、下の辺ですね、こちらを真ん中の方に向けて、このように折っていきます。左側も同様に折っていきます。折りましたら裏返して、裏側も同様に真ん中の方に向けて折っていってください。はい、このような形になります。今度はこれに下書きを書いていきます。はい、下書きの方を書きました。上の部分がとんがっているような、そしてまっすぐなような形にしています。あとはこれをハサミで切ります。ハサミで切るとこのような形のものが出来上がります。そしたらこれを開いていってください。開くとこのような形のものになります。もしも開いた際に、このとんがりととんがりの間のこのへこみの部分、ここがですね、あまり切れていない場合、こうなった場合は一回閉じていただいて、この部分をハサミでですね、少し追加で切ってあげてください。で、それでこの谷の部分の切れ込みを深くして、他の部分と合わせるような感じで形を整えてください。形を整えましたら、一箇所この谷の部分、ここからハサミを真ん中の方に向けて入れます。切れ込みを入れたら、今度は向きを変えまして、切れ込みを入れたところからその隣の部分、ここを切り落としてしまいます。切ったらその隣のところ、ここもですね、向きをちょっと変えて、上の部分ですね、尖ってるこの谷の先端のところ、ここをめがけてハサミで切ってしまいます。はい、このような形になります。切りましたら今度は定規を使います。この花びらの先端の部分、こちらにですね、定規を当てて、で、指を反対側に当てて、このようにひねるような感じにして、先端の部分をカールさせます。はい、このような感じでカールします。これをですね、他のところも同様にやっていきます。ちょっとずつ角度を変えていくような感じにやっていくと調整しやすいかと思います。はい、すべての花びらをカールさせました。カールさせましたら、今度はボンドで接着していきます。こちら、向きの方を気をつけながら、ハサミで切り落とした部分ですね。ここの表の方にボンドを塗ります。ボンドを塗りましたら、反対側の方、この後ろの方に接着します。はい、接着しますと、このような形のものが出来上がります。しっかりくっつくのを待つ間に、おしべの方を作っていきます。花びらと同じ色の紙ですね。長さが6センチ以上あるものをご用意ください。そしたらこれをですね、端の方から幅だいたい1ミリ程度の切れ込みを入れていきます。こんな感じで5、6センチほどの切れ込みを入れてください。これを合計6本か7本ほど作ります。こんな感じで6、7本切りました。で、ここまで切りましたら、もうあと先の方ですね、ここを切り落としてしまいます。はい、このような感じのものが出来上がります。で、そうしましたら、この
切ってない部分ですね、切り込みを入れてない部分は長すぎると邪魔になるので、先ほどの切れ込みを入れたところから1センチほど残して後の部分は切ってしまいます。なのでこちらの方を使っていきます。今度はこれをくるくると丸めていきます。できるだけ細く丸めていってください。細く丸めるとこのような形のものが出来上がります。ここの部分はボンドで接着してもしなくても大丈夫です。ここまで作りましたら今度は花びら。こちらの花びらを一旦このままですね、下の部分を潰してしまいます。潰したらこの今潰した部分ですね、ここをハサミでだいたい 2,3 ミリの切り込みを1箇所、2箇所、3箇所入れます。で開きますとこんな感じですね。ちょっと見にくいですが、下の部分に切り込みを入れました。そしたらこれを先ほど作ったものをこの中心の方に差し込みます。こちら長さの方はお好みですので、ちょうどいいところを見つけてそこで止めてください。長い方が彼岸花らしいかと思います。場所の方が決まりましたら、おしべと花びらのこの接している部分ですね、根元のあたりにボンドをつけます。裏の方にも同様にボンドを塗ってください。はい、こんな感じです。ボンドが乾くのを待つ間に軸の方を作っていきます。この紙は横の方が 7.5 センチ、縦が 3.5 センチの紙になります。これをちょっと斜めにしまして、それで定規を当てます。定規を当てたらこれを上に引き上げて癖をつけます。はい、このような感じの癖をつけました。そしたらこれを端の方からくるくると丸めていってください。ある程度丸めましたら、上の部分ですね、こちらにできるだけ上一帯の方にボンドを塗ります。塗ったら丸めていきます。太さの方はだいたい 3,4 ミリぐらいになります。ボンドがくっつきましたらこれを3等分に切ってしまいます。3等分に切りましたらこのうちの1本ですね、これを先ほどの花と組み合わせます。作った花のおしべのこの裏の部分ですね、ここにですね、先ほど作ったこの筒、これがすっぽり収まるようであればこのまま接着しますが、もしもですね、収まらない場合はこちらに切れ込みを入れて、でこの状態でですね、ここを広げた状態で、差し込んで、差し込むところで接着してみてください。あとはこちら差し込むところにボンドを塗ります。ボンドをつけたら差し込んで、そして接着します。はい、こんな感じです。この部分がしっかりくっつくのを待ちます。ボンドの方がくっつきましたら、これで花びらの方が1つ出来上がりました。で、今回一輪に使うのは3つ使いたいと思います。次にこの花びら同士を軸の根元あたりでくっつけるのですが、くっつけるために軸の下の方、こちらにですね、切れ込みを入れます。だいたい5ミリ程度の切れ込みを1箇所入れて、反対側にもう1箇所入れます。切れ込み入れたらこの部分を開きます。はい、こんな感じです。これをですね、残りの2つも同様に切れ込みを入れてください。切れ込みを入れましたらこれを接着していきます。ボンドの付け方につきましてはこちらの紙でご説明していきます。こちらはですね、筒状のものの先端をこのように切れ込みを入れて開いた感じになっています。先ほどと同じような形ですね。で、これにボンドを塗っていくのですが、上でも下でもいいので、ボンドを塗ります。今、ボンドの方をこちら下の方につけてますが、そしたらこのもう一本ですね。このもう一本の片方の上の方に接着します。はい、こんな感じですね。そうしましたら、もう一本、もちろん上でも、下の方でもいいので、ボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、もう一本、残りの一本ですね。
こちらの片方、この片方とボンドを塗った部分を合わせてで接着します。このような感じで、接着していきます。先ほどと同じように、上の方でも裏の方でもいいのでボンドを塗って、そしてもう一つをこの上に重ねるようにして接着します。ボンドがしっかりくっついたら次のものを貼っていきます。ボンドがしっかりくっつきましたら、この反対側のところ、ここにもボンドを塗ります。そしたらもう一つをこの横に貼り付けます。これもしっかりくっつくのを待ちます。下の部分がくっついたら今度はおしべを調整していきます。鼻に対して上の方に向いていくので、これを指または定規でこのように上の方に向けてカールさせます。このような感じに調整してください。定規を使う場合も同様にですね、上の方になるようにゆっくりと動かして癖をつけてみてください。こんな感じで癖をつけました。そしたら今度は茎の方を作っていきます。使用する紙は横が15センチ、縦が1センチの紙の帯になります。これをですね、単に鉛筆などでこのように当てまして、これをくるくると丸めて癖をつけていきます。もちろん鉛筆以外にもですね、丸い細長い棒があればそちらに巻きつけてください。巻きつけましたらこれを抜きます。そうするとこのような形になりますので、これをさらに同じ向きにこうねじりながらも細く調整していってください。このような感じのものが出来上がります。太さにつきましても、こうねじりを強くして細くしたり、緩くして太くするなどして、お好みの形で作ってみてください。だいたい幅5ミリぐらいの5、6ミリぐらいですねのもので仕上げてます。続きまして背景の紙を作っていきます。背景には A4 サイズの画用紙を使っていきます。まずはこの画用紙2枚ともですね、これを半分にカットしてください。2枚とも半分にカットしましたら、このうちの1枚ずつを使っていきます。まずはですね、上に重ねる側の紙を決めていただいて、こちらをですね、縦と横、端の部分を2センチずつカットします。縦と横を2センチずつカットしました。そうしましたら先ほどのやつですね、こちらに乗せて、上の紙をどのように貼るかを決めます。今回は左横下の方を合わせた状態で、このような感じで貼りたいと思います。もちろん考える際にですね、こうやって花を置いて、でどういう感じで見えるかなと、試しながら作ってみてください。貼り付ける場所を決めましたら、これにボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら先ほど決めた位置に貼り付けます。貼り付けたら作ったものを貼っていきます。ボンドをつける前にですね、花の位置を決めていただいて、で茎の方もですね、このように下の方に伸ばして、どのように貼り付けるかを決めてください。貼り付ける場所を決めましたら、ボンドを花の裏の方ですね、ここに塗ります。裏の方に塗ったら接着します。この時にですね、このおしべ、めしべのこの向きですね、これが上下逆にならないように気をつけてください。そして決めた位置、角度で接着します。今貼ったものがしっかりくっついたら次のものを貼っていきます。花の方がくっつきましたら今度は茎の方ですね。茎の方をまずどのように置くかを決めていただいていると思うので、この上の部分、花の根元ら辺ですね。これの紙に接するところにボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこの部分を花の付け根あたりで接着します。上の部分をくっつけましたら今度は下の部分ですね。
ここも曲げ具合などを、決めていただいて、決まったところでこの下のところにもボンドを塗ってください。そして接着します。もしも長かった場合はハサミで調整してください。あとは同様の要領でもう一つの花も、貼り付けてください。もう一つも同様に接着しました。茎の方が長かったのでハサミで斜めにですね、なるように切ってます。で、最後にですね、花の根元あたりがくっつきましたら、あとはですね、この花同士がこう近づきすぎている場合は、ちょっと広げるような感じで微調整してあげてください。これで彼岸花の花の飾りの完成です。いかがでしたでしょうか？壁に貼り付けるとこのような感じになります。背景の作り方ですが、前回ご紹介しましたこちらのコスモス。これと同じような感じで、1枚目を斜めにして貼り付けるっていう感じでもいいと思いますので、背景につきましては本当お好みで作ってみてください。実際に花を置いてみて、それでどう見えるかなっていうので、いろいろと試して作ってみると楽しいかと思います。今回動画でご説明したものは2つ作りましたが、もちろん、ここにもう1つスペースありますので、3つ作っていただいても大丈夫です。お好みで作ってみてください。それでは今回はですね、画用紙、紙を使って作る彼岸花の花の飾りのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。